はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は1週間限定セールの商品を紹介する予定でしたが、大型セール前の影響で対象作品がとても少なかったです。ですので今回は2021年11月現在このご時世に基本的には Steam でしか遊べないマニアックだけど高評価な作品を紹介していきます。数あるゲーム機やゲームプラットフォームの中で Steam でしか購入できないゲーム、または Steam 機や GeForce Now など Steam 経由でしか遊べないゲームをピックアップしました。紹介する作品は全て日本語で遊べる作品になっております。もし Steam 以外でもこのゲームできるとか、このゲーム Steam でしかできないなどコメントいただければ嬉しいです。今月はオータムセール、来月はウィンターセールとセールが重なるので Steam でのゲーム選びの参考にしていただければと思います。私のチャンネルが今後発売予定のゲームやセール情報など簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。それでは早速いってみましょう。まずはじめに Tales of the Black Forest 黒森町騎団、2019年9月26日リリース、日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評。4013件中 98% の方が高評価。フォロワー数は5065人。価格は410円です。物語の舞台は平成の初期。主人公の女子高生木原家臣は下校途中列車に乗っていたはずだったが、なぜか夜の無人駅のベンチで目覚めるところから物語は始まります。そこで一人の少女と出会い、未知の力で黒森町という小さな町に閉じ込められてしまったことを知ります。彼女によると、この町から逃れる方法は黒森町の過去に隠されているという。こうして自由を求める二人の不思議な旅が始まります。黒森町に隠された秘密とは一体何なのか。実際にプレイしてみて日本の田舎をイメージした世界観にキャラクターやストーリーの作り込みが素晴らしかったです。ホラー要素だけではなく癒し要素もたくさんあり、ホラーゲームが苦手な人でも安心して遊べる作りになっています。Tales of the Black Forest 黒森町騎団は圧倒的に好評な日本語対応の作品です。パワーウォッシュシミュレーター、2021年5月19日リリース、日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評。9555件中 97% の方が高評価。フォロワー数は23924人。価格は2050円です。高圧洗浄機体験シミュレーター。プレイヤーは清掃業者となって高圧洗浄機を巧みに使いこなし、車や家などにこびりついた汚れをピカピカにしていくゲームです。次々に舞い込む依頼をこなしてお金を稼いで様々なアイテムで高圧洗浄機をアップグレードしていく。実際の高圧洗浄機を使ったことがある方ならわかると思いますが、高圧洗浄機をかけたところが見違えるほどに綺麗になっていく様子を見るのは何とも言えぬ満足感に浸れますよね。ただ黙々と高圧洗浄機で汚れたものをきれいにしていくのですが、ハマる人はハマる中毒性の高い作品です。パワーウォッシュシミュレーターは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。陶芸マスター、2019年11月11日リリース、日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評。1771件中 97% の方が高評価。フォロワー数は5533人。価格は620円です。陶芸家となって自分の思い描く陶磁器を作り、ギャラリーに展示して販売するユニークな作品。実際の陶芸のようにろくろを回して粘土を成形し、ミニゲームのある素焼きや模様付けを行う。仕上げに本焼きに入れ、最後に名前を付ければ陶磁器の完成です。完成した作品はギャラリーに展示して展示会を開催すれば、来場者が作品を評価し気に入ってもらえれば購入してもらえます。ギャラリーの入場料と作品の売り上げで新しい顔料や模様を購入すると、よりクオリティの高い作品を作ることができます。陶芸マスターは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。バルヘイム、2021年2月2日リリース、日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評。24万1449件中 95% の方が高評価。フォロワー数は37万8857人。価格は2050円です。バイキングをテーマにしたサバイバル&探索ゲーム。北欧神話とバイキング文化にインスパイアされ、広大なファンタジー世界を舞台にしたオープンワールド型のサバイバルゲーム。本作は最大10人での協力プレイが可能ですが、Steam ページでは3人から5人での協力プレイを推奨しています。
プレイヤーはバルキリーにより北欧の世界バルヘイムへ導かれ、北欧神話の神オーディンの敵から王国を取り戻すことが目的です。王国を取り戻すために強力な武器や頑丈な鎧をクラフトできるほか、家、食料、農場、全焼基地、城などを建築してバイキング要塞を作り上げることもできます。最強のバイキングシップを作り、新たな土地を求めて偉大な海へ航海に出るロマン仕様のゲーム。戦闘は回避&ブロックベースの戦闘システム。派手さはないが、攻撃、防御、回避の3種類を駆使して戦うシンプルだが奥の深い戦闘が楽しめます。バルヘイムがどんなゲームなのかについては別の動画で詳しく解説しています。ご興味ある方はチェックしてみてください。バルヘイムは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。トラブルシューター捨てられた子供たち、2020年4月23日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評。5173件中 94% の方が高評価。フォロワー数は33,620人。価格は2570円です。オーソドックスなターン制シミュレーション RPG。かつて世界大戦で争っていた3つの国家が激戦区だった地区に共同で築いた中立都市バルハラ。しかしバルハラは警察の手に負えない凶悪事件が多発する都市となり、不足する治安維持の対策として設立された民間警備会社トラブルシューター。そして新たにトラブルシューターとなった青年アルボスの物語を描いた作品です。キャラクターは自分のレベルと職業によって様々な特性を習得でき、ターン制バトルを通じて成長し、上位クラスへと転職することができます。クラス前に習得可能な特性の種類は全部で600以上、200以上の追加特性を加え、プレイヤーの想像力次第で自由なパーティー編成が可能です。グラフィックも日本人好みに描かれており、とっつきやすい印象ですが、シミュレーションゲームとしての難易度は結構高め。トラブルシューター捨てられた子供たちは非常に好評な日本語対応の作品です。ポーションクラフトアルケミストシミュレーター、2021年9月22日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評。4218件中 93% の方が高評価。フォロワー数は68,092人。価格は1520円です。ポーションを作る錬金術師シミュレーター。薬草などの材料を錬金釜に入れてかき混ぜ加熱すればポーションの完成です。来店してくる人々が必要としているポーションを作って販売していく。プレイヤーは新米錬金術師として長い旅に出たが、旅の途中でようやく商売を始められる場所を見つけます。長い間使われていないような廃屋には錬金術の設備などがあり、もともとは錬金術師が住んでいた家のようでした。ここから薬屋として町の人々に必要とされる錬金術師になっていくといった物語。ポーションを作る材料は魔法の裏庭や商人から購入。傷薬や火傷の薬、ネズミ駆除剤など様々なお客様の要望に応えて店の評判を上げていく。錬金術マップを頼りに新しいポーションを次々に開発して錬金術師としての日々を楽しめる作品です。ポーションクラフトアルケミストシミュレーターは非常に好評な日本語対応の作品です。ディバウアー、2021年1月28日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評。16,172件中 90% の方が高評価。フォロワー数は32,067人。価格は520円です。最大4人で遊べる協力型ホラーサバイバル。本作は2020年2月にリリースされたウォッチャーズの前編にあたる作品です。悪魔崇拝のカルト教団ウォッチャーズのリーダーアナ・プエルタはヤギの悪魔アゼーゼルを召喚し、自分一人で制御できると過信していたが、逆にアゼーゼルに取り憑かれてしまいます。プレイヤーはアゼーゼルに取り憑かれたアナの呪いを解くために教団の不気味な屋敷に足を踏み入れます。呪いを解くためには毎回ランダムで登場するヤギやアイテムを探し出し、ガソリンと焼き場を見つけてヤギを生贄に捧げなければなりません。しかしそう簡単に行くはずはなく、呪われたアナやアゼーゼルが送り込んだ悪魔たちがプレイヤーの行く手を阻みます。チーム一丸となって協力し、力を合わせて攻略しましょう。リバウアーは非常に好評な日本語対応の作品です。キングダムズ・リボーン、2020年11月3日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評。2996件中 90% の方が高評価。フォロワー数は62,685人。価格は2050円です。
マルチプレイとオープンワールドを備えた都市建築シミュレーション。バニッシュドシビラゼーションにインスパイアされた作品です。プレイヤーは豊かで広大な荒野で市民を導く指導者となり、小さな村から技術ツリーとアップグレードを組み合わせて勉強の時代を経て高度な文明へと変化させ、繁栄する大都市を築き上げていくといった内容です。本作の特徴はカード要素を取り入れたシミュレーションとなっており、一定時間前にランダムで提示されるカードによって新しい建物や新技術をアンロックしていく。またカードには建物以外にも街の政策を変えたり、建物のステータスに影響を与えるカードも存在します。マルチプレイでは同じオープンワールド内でフレンドと協力したり、リアルタイムで競い合ったりすることができるみたいです。キングダムズリボーンは非常に好評な日本語対応の作品です。パシファイ、2019年2月23日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評。21,329 件中 88% の方が高評価。フォロワー数は 47,366 人。価格は520円です。最大4人で協力プレイができるサバイバルホラー。ステージの舞台は寂れた洋館。この洋館には現世に恨みを持った少女の亡霊が徘徊しており、プレイヤーは少女の亡霊を解放するために屋敷内を駆け回る鬼ごっこ系のホラーゲームです。ゲームの流れは屋敷内に配置された人形を探して地下の焼却炉で人形を燃やしていく。燃やすためには薪やマッチといったアイテムを入手しなければなりません。屋敷中を徘徊する少女の亡霊に捕まらないように気を配りながらアイテムを集めていくことになります。さらに少女の亡霊は人形を燃やしたり、時間が経過するごとに凶暴性、速度が増していき、最終的にはプレイヤーの何倍もの移動速度で襲いかかってくるので、緊張感のあるゲームプレイを楽しむことができます。高難易度のゲームで複数のエンディングが存在するので、最大4人のマルチプレイで協力して攻略するのもありですね。パシファイは非常に好評な日本語対応の作品です。クロノワーク、2019年12月20日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評。2958件中 88% の方が高評価。フォロワー数は 13,718 人。価格は2050円です。パーティーベースのデッキ構築型ローグライク RPG。遥かな昔、世界は闇に包まれ、霧から現れた怪物により世界は侵略されていきます。人類滅亡を予測した科学者たちにより空に浮かぶ島アークを作り避難するという計画を進めていきます。計画は問題なく進み、生き残った人々はアークに乗り込み空へ旅立つが、プロジェクトに関わった人々が次々に姿を消していき、残されたメッセージは時計塔を起動すれば全て元に戻せるという言葉でした。プレイヤーは記憶をなくした主人公のルシー。ランダムに手に入るスキルや仲間を集め、最大4人でのパーティーを組み、目的となる時計塔を目指し旅をします。様々なスキルカードやアイテムを集める収集要素と条件を満たすことで新しいキャラクターをアンロックするやり込み要素を楽しめます。またアニメ調の可愛らしいキャラクターとは打って変わってかなりの高難易度の作品になっているみたいです。クロノワークは非常に好評な日本語対応の作品です。ホームビハインド2、2021年1月22日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評。4545件中 87% の方が高評価。フォロワー数は 21,478 人。価格は1520円です。内戦下のヨーロッパが舞台の難民ローグライク RPG。前作ホームビハインドの舞台スカリアの10年前を描いた作品です。寄せ集めの遊撃隊を組織、指導し、独裁者の支配するスカリアに平和をもたらすといった内容です。駐屯地を建築し、戦術立案や料理、科学技術のアップグレード、武器や装甲の製造を行い、政府軍にも抵抗できる戦力を整えていきます。ランダム生成されるスカリア西部のマップ上を自由に探索し、敵の油田や都市、司令部など襲撃を行い革命への道を切り開いていく。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。ホームビハインド2は非常に好評な日本語対応の作品です。ボルカノイズ、2019年1月30日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評。3326件中 87% の方が高評価。フォロワー数は 71,352 人。価格は2050円です。ドリルシップに乗り込んで火山島を探索する一人称視点のスチームパンクサバイバル。
機械生物によって引き起こされた突然の噴火により、かつての故郷は荒れ地に変えられてしまいます。美しい自然があふれる故郷を取り戻すため、ドリルシップに乗り込み、活火山による極限の環境下、機械生物と戦い、生存と真相の究明を目指すサバイバルアクション。安全地帯である見晴らし台や地下で定期的に噴火する火山をしのぎつつ、限られた時間の中で資源採取や探検を行っていきます。噴火の影響によって現れた鉱石などの資源は豊富で、これらを活用して新たな装備や技術を研究し、ドリルシップをアップグレードして最強の移動要塞を作り上げるロマン仕様のゲーム。最大4人での協力プレイが可能で、将来的には PVP も予定されているみたいです。ボルカンノイズは非常に好評な日本語対応の作品です。クリフエンパイア、2019年8月7日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。3245件中 87% の方が高評価。フォロワー数は 52,280 人。価格は1220円です。崖の上に都市を築いていく街づくりシミュレーション。舞台は核戦争により地表から厚さ300メートルの放射能の霧に覆われてしまった地球。地表での生活が不可能となった人類は軌道上のステーションに避難し、地表に人工的な崖を作る技術を生み出した。プレイヤーは再び地球上で人類が生活していけるように崖の上の都市を構築していくのが目的です。本作の特徴は崖の上といった限られたスペースで居住地や生産施設を建てなければならないこと。狭いスペースを有効に使い、他の崖とのインフラ整備や軌道ステーションとの物資を交易しながら、ステーションの人々を地上に移住させ街を発展させていく。また、環境形態が変化した地球で起こる自然災害や外敵の脅威とも戦っていかなければなりません。崖をテーマにしたユニークな都市建築シミュレーション、クリフエンパイアは非常に好評な日本語対応の作品です。ミスタープレッパー、2021年3月19日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。2553件中 83% の方が高評価。フォロワー数は 57,933 人。価格は2050円です。迫り来る終焉に備える地下シェルターサバイバルシム。主人公であるプレッパーさんは核戦争が迫りつつあることを知り、逃亡するも当局に捕まり自宅軟禁状態になってしまいます。終焉はすぐそこに迫りつつあります。生き延びるためプレッパーさんは自宅の地下にシェルターを作りつつ、この国から脱出することを決意します。時折調査に来る当局のエージェントの目を欺きながら、こっそり地下に農場、温室、道具、乗り物などを建築していく。しかし生き延びるためにはシェルターだけではなく脱出方法も考えて準備しなければなりません。必要となる資材に家のものはエージェントの調査があるので使用できません。トレードへ良き隣人たちとギブアンドテイクで調達しましょう。終焉の日までにやらなくてはならないことは多そうです。果たしてあなたのプレッパーさんは生き延びることができるでしょうか。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。ミスタープレッパーは非常に好評な日本語対応の作品です。はい、今回は数あるゲーム機やゲームプラットフォームの中で Steam でしか購入できないゲーム、または Steam キーや GeForce Now など、このご時世に基本的に Steam 経由でしか遊べないマニアックで高評価な作品を紹介していきました。もし Steam 以外でもこのゲームはできるとか、このゲームは Steam でしかできないなどコメントいただければ嬉しいです。今月、来月とセールが重なるので Steam でのゲーム選びの参考にしていただければと思います。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日の良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。